皆さん、こんにちは。またお目にかかれて嬉しいです。横浜の古武館道場の師範代をやらせていただいている山口と申します。今日は私のある経験お話ししたいと思いますけども、私は昔はゼネコンで現場監督やってたんですね。その一つの現場、ロックヒルダムって言ってですね、岩を積み上げてダムを作っちゃう。それで、それだけだったら水が流れちゃうから、そこで表面を、そのダムの場合はアスファルト舗装するんですけども、それで大事なのはですね、粒が揃ってる岩を運ばなきゃいけない。その運ぶダンプがですね、このぐらい大きいんですよね。私の、身長がこのぐらい。これでダンプ上がっていくにはですね、向こう側にあるんだけど階段上がって、それで運転席がここにあるんですね。そのぐらい大きいダンプだから、一般道じゃ走れないですよね。免許がいらないですね。で10台ぐらいダンプを持ってる会社がありましてですね、それが私の指導する範囲だったんですね。この会社はですね、できるだけたくさん岩を運びたい。だから悪い水でもどんどん運んじゃうんですね。それ昼間見てて、それは向こう行け、それはこっち行け、やるんですけども、深夜のですね、夜勤の時なんか2時3時になるとですね、悪い土砂平気で運んじゃうんですね。ここで私がある時、そこで立ってて、ちょっと止まれ。こんな小さいわけで、そのダンプを止めて、ここで上に上がってってですね、そしたら悪いロックじゃないですね。だからこれはダメだよ、こっち行っちゃう、向こうだよ。何が悪いんだって言い出して、これで争いになったんですね。争いになったっていうのが工事用道路で、奥は行き止まりだから一般の車は全然入らない。片っぽ崖、片っぽは谷で下に水が流れてるんですね。そこで私が谷側に立ってダメだよ。そうしたらですね、他のダンプがですね、次々止まるんですね。自分の仲間が現場監督と争ってるって言うんで、なんだって言うんでですね、ここでこのダンプが5台ぐらいみんな正面を私の方に向けてるんですよね。だからね、相手の動きも顔も全然わからない。しかも下は工事用道路だから、凸凹、道場みたいなですね、綺麗な畳じゃないですよね。そこでですね、思ったんだけども、これでもし深夜の谷底へ突き落とされたらですね、もう死体落っこっちゃったら、どこで死体が上がるかわからない。急斜面だから流れが速いですね。だからどこまで行っちゃうかわからないですね。それでその後、それ新潟の現場なんですけども、よく言われたのは下請けがですね、下請けとその現場監督がやっぱり対立するわけですね。そうすると下請けが言うには、信濃川には蓋してねえぞって言うんですよね。いつ川へ叩き込むかわかんねえぞみたいなですね、脅しをするわけなんですけども、それなんかも本当にその通りであってですね、そこへ突き飛ばされたらもうおしまいですよね。しかも免許がいらない、運転手だから、いろんな犯罪を犯したりですね、特に交通事故だと思うんですけどもね、暴走族やなんかやって免許を取り上げられちゃった、そういう連中が、勢いはすごい勢いの連中を大勢雇ってる会社なんですね。だから何されるか分かんない。だけどもそこで私は、いや、これは使用書がこういう形で何センチ以下のものは運んじゃいけないことになってんだ。なんだお前は、他の監督は、平気で見逃してるじゃないか。お前だけは何なんだ。みたいなことで4、5人が迫ってきたんですけども、そこでやっぱり私は、いや、そうじゃない。これは俺の命令を従えっていうことを、言えたんですよね。それなぜ言えたのかな。もう突き落とされたら深夜のその谷底屋で、どこへ行っちゃうか分からないような時にその発言ができたのはなぜかな。やっぱり一つには仕事の義務感だと思うんですね。ここで、分かったよって言っちゃったらもうそれ以降監督としての立場がないですね。やっぱりもう一つは、やっぱり私が合気道を続けていた。だからそこで相手がかかってきたら殴るとかですね、倒すとかじゃないけれども、やっぱりその自信というものがですね、体に染み込んでたんじゃないかな。
ほんで結局その5人まあ分かったよということでこの階段登ってまた運転席に戻ってですね一台一台こう行っちゃったんですけども、捨て台詞残してたんですけどもね、だけどそういう殺されるかもしれないっていうところでも自分の合気道っていうものが役に立ったのかなっていうふうに今でも思っております。まあだから一般の合気道の人は逃げ台詞としてねいたずらに争わないんだなんて言ってますけども、そうじゃないですよね。そういう場合に争うとか争わないじゃない、本当に自分で命がけになったらですね、僕争わないのっつって逃げちゃったらもう次はもう監督としての立場ないわけですね。だからそういうものをしっかり発言できた合気道のおかげかなというふうに思っております。私の拙い経験ですけども、今日はご清聴ありがとうございました。